こんにちは。皆様、初中お見舞い申し上げます。関東地方にある我が家では、梅雨が明けてから、セミの鳴き声が聞こえるようになりました。この暑い時期は、もみじをはじめとする鉢植えの植物は、水やりが一番重要な季節です。今回の声は、なんとなくやる気のないような、どこか、投げやり気味な、黒沢なんとか、という AI の音声でお送りいたします。毎回、動画のアナウンスの声が変わるのは、いつも同じ声だと、私自身が声に飽きてしまうからです。そして、BGM も入れていませんが、動画を倍速で視聴したりすると、音楽がとても不快に感じることも多く、人によって音楽の好みも様々なので、BGM をはじめとして、ジングルなどの効果音は、あえて入れないようにしています。前置きが長くなりました。大変失礼しました。さて、今回の動画は、7月26日時点の我が家の鉢植えもみじの記録をお届けいたします。重達沢です。今の季節は、午前中の数時間、日が当たる場所に置いてありますが、とても元気です。このもみじに限らず、最高気温が30度を超えてからは、朝と夕方の2回水やりをしています。常に鉢植えの土の表面は湿っている状態ですが、それでも、さらに追い打ちをかけるかのように、水をたっぷり与えています。大阪好きです。暑い日中に、葉っぱに太陽光が当たっている状態であっても、葉っぱ自体にガンガン水をかけています。日中に水やりをすると、レンズ効果で葉っぱが焼けるという話をよく聞きますが、それはちょっと違うのではないかと、私は思っています。これは前回の動画でもご紹介しました。葉っぱが焼けてしまった赤重達沢です。前日までは元気な鉢植えでも、しっかり水やりをしていないと、数時間でこの状態です。土の表面が乾いてから水をやりましょうということもよく言われますが、夏のもみじに限ってはそれでは手遅れだと思います。特に暑い夏の季節にもみじの鉢植えの土が乾いてしまうと、一瞬にして葉が焼けます。葉っぱが焼けた後に全ての葉っぱを除去する全葉刈りを行い、今日で17日が経過しましたが、少しだけ新芽が出てきました。欧州紅です。これに似ている品種、紅鏡と比べると、葉っぱの葉脈が目立っています。以前の動画でもお話ししましたが、欧州紅は枝や葉柄は緑色をしていますが、紅鏡の枝や葉柄は赤いというのが異なる点になります。どちらも葉っぱの切れ込みが深く、シャープな印象です。松替えです。すべての葉っぱに符が入って安定しています。ここからは少し大もみじ系の品種をご紹介いたします。まずは木の司です。去年は紅葉の赤がとても綺麗でした。秋の紅葉が見られるようにするために、夏の時期に葉っぱが焼けて傷まないように気をつけています。秋華です。秋になると独特な模様に紅葉しますが、それ以外の時期は単色の一般的な大もみじの形です。野村です。今年はなぜか
葉っぱの葉脈の縦の線が目立っています。去年まではなかったような気がします。つまがきです。春になると葉先が赤くなる品種ですが、夏になるとこのように葉先の色は目立たなくなります。こちらは1年前に葉焼けを起こしてボロボロになった山もみじです。今年は去年の失敗を繰り返さないように気をつけています。園芸品種ではありませんが、お気に入りの一本です。次は接ぎ木に関してのお話です。前回の動画で5月から仕掛けた接ぎ木が7月に成功したとつい自慢してしまいましたが、あれから数日して三五角と獅子頭は枯れてしまいました。失敗した大きな原因としては、台木と穂木の形成層がしっかりと合っていなかったということだと思います。成功したと誤った情報を発信してしまい申し訳ありませんでした。というわけで証拠りもなく今日もまた接ぎ木にチャレンジしてみました。今回は呼び継ぎではなく切り継ぎにチャレンジしました。幹の直径が5ミリくらいの台木に枝の直径が3ミリくらいの穂木を継いでみました。さらに接ぎ木テープを巻いた後に鉢にポリ袋をかぶせて保湿するようにしました。以前から接ぎ木をした後に袋をかぶせるという方法は知ってはいたものの、夏の時期は湿度も高いし、袋をかぶせたら中身が蒸れて腐ってしまうのではないかと思って試したことはありませんでした。今回は同じような方法で接ぎ木を3本行いました。結果は改めてご報告いたします。ついでに挿し木したものも同じように植木鉢にポリ袋をかぶせてみました。思いつきでいろいろなことを試すので失敗ばかりですが、自分で失敗したり成功したりしないと本当に正しいかどうかが判断できないので、これからもいろいろとチャレンジしていきます。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。